扇風機でメロディーを演奏するこの楽器、扇風琴と言います。これを作っていく過程が面白くて勉強にもなったので、今回は皆さんにも制作過程をお見せしていきます。早速作っていきます。材料はこんな感じ。扇風機の選び方だけ少し注意点があるので後ほど説明します。まず右手で持っている装置、光ピックを作っていきます。実は扇風機はこっちが本体と言ってもいいぐらい重要なパーツです。これが何かというと、扇風機の羽で遮られることで起きる電球の光の点滅を音に変換するためのセンサーですね。詳しい仕組みが気になる方は後で以前投稿した解説編の動画もチェックしてみてください。今回はダイソーのライトを改造して作っていきます。といっても使うのは光る部分ではありません。この商品には周りの明るさを感知して明かりをつけるか判断するっていう機能があります。そのために明るさセンサーが搭載されているので、それを使っていきます。早速これを分解していきます。特にネジとかはなくて爪でくっついているタイプのようなので、ギターピックを使って無理やりこじ開けていきます。100円で買えるので工具の中では安い部類です。中の基板はネジ止めされているようなので、電動ドライバーで外していきます。これが基板ですね。この部分が明るさセンサーです。以前はこのセンサーにフォトダイオードが使われていたようなのですが、ここに CDS と書いてあるので、現行品では CDS セルが使われているようです。CDS セルは光センサーの中でも一番シンプルで、光が当たると電気が流れやすくなる、つまり抵抗が小さくなるだけの素子です。実際に抵抗を測ってみましょう。光が当たらないようにアルミでカバーをすると、抵抗値は 200kΩ。カバーを外して光が当たるようにします。さらにライトで照らしてあげると、抵抗値は約 2kΩ、元の100分の1まで下がりました。この性質をうまく利用して光を電気信号に変換できないでしょうか。こんな回路を考えてみました。 CDS セルと 2kΩ の抵抗が直列で 3V の電池につながっています。この回路に光が当たっていないとき、 CDS の抵抗は 200kΩ、つまり下の抵抗の100倍もあるんですね。この時電池の電圧 3V のうちほとんどが上の CDS セルで消費されます。そのためこの位置では電圧がほぼ 0V まで下がっています。 CDS セルに光を当てると抵抗値は 2kΩ、つまり下の抵抗とほぼ同じくらいまで下がります。この時電池の電圧は CDS と抵抗でそれぞれ半分ずつ消費されるので、この地点での電圧は 1.5V になります。この電圧変化、明るさに対応してますよね。暗いと電圧が下がり、明るいと上がります。明るさを電圧に変換する回路ができました。仕上げに電池の上にスイッチを追加しておきます。そうしないと使っていない時も勝手に電池が減ってしまうからです。回路が設計できたので実際に作っていきます。と思ったのですが、ダイソーのランプにはもともと似たような回路が基板上に組み込まれていました。これいわゆる分圧回路というもので、実は結構一般的なんですね。となれば回路の端子をギターケーブル用のジャックにつなげて電圧信号を取り出してあげればいいだけです。まずはこの B- と書いてある端子、これがバッテリーのマイナス極とつながっているのでグラウンド側です。そして CDS の C の真下にある端子がさっきの回路図で電圧が動いていた部分、つまり信号側に該当するので、それぞれにジャンパー線をハンダ付けします。次に信号側のジャンパー線からスイッチからジャックのチップ端子もそれぞれつなげます。最後にグラウンド側をジャックのスリーブ端子につなげれば光ピック回路の完成です。ライト本体を組み立て直し、スイッチやジャックは持ちやすい位置にグルーガンで固定してみました。さらにセンサーが脇からの関係ない光を拾わないように黒い筒をかぶせておきました。これをやるとかなり扱いやすくなります。
せっかくなのでさっきの回路図通りにユニバーサル基板上に実装したプロトタイプも用意しました。ちゃんと作れているか実験してみましょう。普通の扇風機の後ろから懐中電灯をかざして羽越しにこのセンサーで狙ってあげるとちゃんと音が鳴りました。これで第1段階の光ピックは完成です。次にこの特殊な羽を設計していきます。さっきの普通の扇風機だとブーンという1つの音階しか鳴らせませんでしたが、この羽なら8種類の音階を弾けます。この羽の細かい仕組みについては前回出した解説編の動画で説明しているので、気になる人は後でチェックしてみてください。この羽には8列の輪っか状に穴が並んでおり、一つ一つの輪っかがピアノの鍵盤のようにそれぞれ音程を持っています。じゃあどういう穴を開けたらどういう音が鳴るんでしょうか。普通の扇風機では羽の枚数 ×1 秒間の回転数が鳴る音の周波数です。この羽の場合、例えば一番外側の円周には48個穴があるので、48枚羽がある扇風機とみなすことで計算できます。でもいざこの式を使って羽を設計しようとすると大きな問題に直面しました。扇風機が1秒間に10回転するとして 440Hz のラを出したいなら44個穴を開ければ OK です。ここまではいいんですね。問題は次です。1個隣の鍵盤、つまりソの音を鳴らそうとすると必要な穴の数は 39.1995 個、小数が出てきちゃうんですね。小数個の穴を開けろというのはちょっと無理難題な気がします。なぜこんなことになってしまうのか、原因を究明していきます。実はこれ音楽理論の領域に踏み込むような問題でした。今回の制作最大の山場ですね。そもそも音程と周波数の関係ってどんなでしょう。例えばこの 220Hz のラの音、これの1オクターブ上のラは周波数が2倍になった 440Hz、 さらにその1オクターブ上はさらに周波数を2倍した 880Hz。 こんな風に音程が一定距離上がるごとに周波数は倍々になっていくんですね。オクターブごとに2倍ならピアノみたいに半音ずつ音を並べるとどうなるでしょう。実はこれが今回の問題の核心です。ピアノの鍵盤って左から右へ全部押していくと等間隔で音が上がっていきますよね。そして12回進むとちょうどオクターブ上、つまり周波数が2倍になります。これを12平均率というのですが、これ1個の移動で何倍になっているでしょうか。12回の移動、つまり12回掛け算するとちょうど2になる数字ですよね。それってどんな数でしょう。実際計算してみると 1.059463 みたいな無限に続く小数になります。無限に続く小数でもこうやって分数表記できるようなものもあるんですが、この数はそれすら無理です。だからというわけではないですが、こういう数無理数って言いますよね。そしてこれを何回掛け算してもずっと無理数です。12回かけた時だけきれいに2倍になります。つまりほぼ全部の音同士が割り切れない比率だったんですね。ラの音を整数と決めれば他の音程は全部小数になってしまいます。だから小数個の穴を開けろなどという無理難題が飛び出してきたんです。でも実際に扇風機は作れているし、綺麗な音階が鳴ってますよね。どうやっているのでしょうか。試しに12平均率以外の音階を探していきます。条件はなるべく綺麗な整数比でできていること。実はそういう音階ってそんなに珍しくはないんですが、中でも一番良さそうなのが純正率です。純正率とは2分の3、4分の5といったシンプルな整数比の組み合わせだけで12個の音程を作る音階です。見ての通り隣り合う音同士の距離が均等じゃないので、こんな風に移調すると形が崩れてしまいます。なのでピアノやギターなんかには不向きなのですが、今回のような場面では適任です。試しにソドレミファソラドという音程を鳴らせるように穴を開けることにしましょう。純正率ならそれぞれの音の周波数の比はこんな風にシンプルです。そしてどの音に対応する穴の数を24と決めてみます。いろんな数で割れそうだからです。そんなに自由に決めていいのかというと、さっきも言った通り周波数は穴の数と回転数の積ですから、回転数の方で後から辻褄を合わせれば大丈夫です。他の音程の穴の数を計算してみると、こんな風に綺麗に全部整数になりました。つまりこんな風に内側から18個
24個、27個と計算した通りの穴の数を並べていけば、純正率の8つの音階を表現できることになります。それぞれの同心弦に対応する周波数を実際に鳴らしてみると、綺麗な音階になっていますね。ライブ映像で鳴らしている音階からすると、和田栄さんや茜さんが使用している扇風機もこの配列のはずです。穴の開け方が決まったので早速作っていきます。実際に決めた数通りに穴を均等に並べた円盤を画像編集ソフトや製図ソフトで設計します。クロードに頼むと自動で作図する HTML を書いてくれたりもします。設計図が完成したらこれを板に貼り付けて切り出していきます。素材はある程度丈夫で光を通さなければ何でも良いです。3D プリントやベニヤ板なんかもいいと思います。今回は手軽さ重視で工作用紙で作っていきます。ひたすらカッターで穴を開ける作業です。この工程が一番地道で時間もかかるので、やる人は覚悟をしましょう。羽が完成しました。もうすぐ扇風機の完成です。あとは組み立てだけですね。まずはもともとついていた羽を取り外します。そこに今回作った羽を取り付けていくのですが、扇風機の軸には大抵こんな風に横向きの棒が生えているので、そこに対して固定するように取り付けることで空回りしなくなります。以前に作った別の個体では扇風機の羽を切り落とし、残った軸受けパーツに新しい羽を貼り付けることで取り付けました。次に後ろから電球を取り付けていきます。電球が干渉したので扇風機の裏側の骨を少し切り取りました。ネジや金具で固定できるに越したことはないんですが、今回は一旦テープでぐるぐる巻きにするというちょっと強引な方法で固定しました。動けばよかろうの精神です。これで本体側も完成しました。首振り機能はオフにするのを忘れないようにしましょう。あとは光ピックの配線をすれば全体が完成です。ジャックにエレキギター用のケーブルを挿し、ギターアンプにつなげば準備完了です。早速鳴らしてみましょう。音が鳴りましたね。ちゃんとシミュレーション通りに音階が鳴ってます。光ピック側につけておいたスイッチをオンオフすることで音を出したり止めたりもできています。風量調節の機能で扇風機の回転数を変えると、こんな風に全体の音程が変わります。これで転調もできますね。とはいえ一般的な扇風機は風量を3段階程度しか調節できません。つまり3つのキーの中から選ぶことになります。欲を言えばもっと自由に転調したいですよね。その方法はいくつかあるのですが、そのうちの一つ、アルディーノというマイコンで扇風機を制御する方法を次回の動画で紹介しようと思います。以前の動画から登場しているこの個体は、その方法で半音ずつ全36段階の転調を可能としています。これから扇風機を製作する方でこの方法を取り入れたい方は DC モーター式の扇風機を用意してください。これが冒頭に言った扇風機の選び方の注意点です。これで完成としてしまってもいいのですが、最後の仕上げに音色の調整もしてみましょう。というのも今回作った光ピックから出ている信号、そのまま鳴らすだけではこんなか細い音しか出ません。これにはこんな感じでいろいろと事情があります。これだけで動画を4本作れるぐらい奥の深いテーマなんですが、今回はこれらを全部無視して後から音を加工するという方法で無理やり解決しちゃいます。中でも効果的な加工が歪みです。音作りにおいて歪みとはこんな風に波形を増幅した上でてっぺんを潰すことで四角っぽい形にする加工のことです。歪ませる前の滑らかな波形はこんな音をしています。これを歪ませると明らかに音の存在感が増しましたよね。実はいわゆる音割れも似たような原理だったりします。エレキギター用のアンプには標準でこれをする機能が搭載されている場合が多いです。こんな風にメモリを調節することで歪ませ具合を変えることができます。他にも有効な音の加工方法として
元の音のオクターブ上や下を重ねるオクターバーというものがあります。これを使うとこんな感じで音の厚みがかなり増します。歪みとオクターバー、この2つを組み合わせるのが扇風機の音作りのスタンダードのようです。というのも扇風機の発明者である和田栄さん本人が演奏している動画でもこんな風にいろいろ機材を使ってはいますが、中でもオクターバーや歪みが中核を担っています。また音を聞いた感じ、ずっと前のライブで鳴っている扇風機の音も歪みとオクターバーがかかっています。最後にこのチャンネルが独自で編み出した面白い音作りを紹介します。扇風機でストリングスのような音を出す方法です。詳しい方向けの説明にはなりますが、1オクターブ上や2オクターブ上にピッチシフトした音をタイム短めのリバーブに入れてドライ信号をゼロにすることで実現しています。一言で言えばキルドライのシマーリバーブといった感じです。これらの音作りを組み合わせてずっと前の曲を合奏する動画も投稿しているので、ぜひチェックしてみてください。扇風機の制作過程いかがだったでしょうか。電気回路から音楽理論までいろいろな知見を得られて、個人的にはすごく面白い工程だったと思います。次回以降はアルディーノでの転調に加えて今回スルーしてしまったテーマについても興味のある人がいれば解説しようと思います。皆さんが興味のあるトピックをぜひコメント欄で教えてください。また別企画としてファミコンを楽器に改造してファミコンだけで弾き語りをするというプロジェクトも計画中です。今回の動画を気に入っていただけた方はぜひ高評価とチャンネル登録ボタンを押して今後の更新をお待ちください。